お久しぶりです。アウトドアライフ23のカズです。今回は5000円以下で買えるおすすめのキャンプギアを10点紹介していこうと思います。最近の社会情勢的にいろんなものの価格が高騰していろんなものがなかなか買えないっていう状況ではあるんですけど、やっぱりキャンプしていると新しいギアがちょっとね使いたくなったりしませんか？そんな中で5000円以下であればちょっと買ってみようかなというふうに僕自身思うので、今回はその5000円以下で僕がおすすめするキャンプギアを紹介していこうと思います。それでは早速行ってみましょう。まず最初に紹介する5000円以下のキャンプギアっていうのは、僕の大好きなあのブランドから出ているギアになっています。そのギアっていうのがこちら、エバニューから出ているこのマグポットになります。ちなみにエバニューっていうブランドっていうのは世界で初めてチタン製のクッカーを出したブランドっていうこともあって、歴史があり、そしてメイドインジャパンっていうところが安心してクッカーなどを購入しているところです。そのエバニュー製品の中でもおすすめしたいのがこのマグポットっていうところです。まずいいところっていうのはチタン製、そしてチタンだからこそ軽量です。チタンマグポットの重さっていうのがこんな感じの重さで非常に軽く持ち運び便利になっています。またこちらの蓋がぴったりジャストフィットできて、しかも逆さにしても落ちないっていう設計になっているあたりも持ち運びに便利ですし、この蓋によってスタッキングしたものを安全に持ち運ぶことができるっていう良さもあります。注ぎ口がついていて、この注ぎ口が非常に良くて水を細く出すことができるので、コーヒーを飲む際のドリップをすることも正直この注ぎ口ならできます。そしてこのマグポットの容量っていうのはマックスで550なんですけど、だいたい 500ml ぐらいまではお湯を沸かすことができますし、そして最大の魅力がこの中にあるメモリです。メモリがあることによって沸かしたい水を適量入れることができ、そして適量入れることで燃料の消費も少なく抑えることができて、水を節約でき、そして燃料も節約できるっていうところでコスパの優れたエバニュー製品かなというふうに思っています。そしてなんだかんだ言ってエバニュー製品との相性もいいので、マグポットの中にスタッキングすることでいろんなクッカーを持ち運ぶことができるっていうメリットがあるっていうところも僕自身惹かれています。ただ、注意点としてはこのクッカーはお湯を沸かすことに特化しているので、ちょっとね炒め物には不向きかなというふうに思います。ただ耐久性高く使えることができるので、一生共にできるギアかなというふうに思っているので、僕自身今回紹介してみました。続いて紹介するギアっていうのは日常でもアウトドアでも使えるギアになっているし、なおかつコスパ最強の100均ギアっていうところで、本当に今回のキャンプギアの中でも一番コスパのいいギアかなというふうに思います。そのギアっていうのがこちら、このギア何をするギアか分かりましたでしょうか？このギアっていうのはダイソーから出ているペーパーハンカチというギアになっています。このギアっていうのはまず何がいいかというと、このサイズ感、手のひらサイズに収まるサイズ感ですし、ポケットティッシュと比べても非常に小さい大きさなのに、この中身がポケットティッシュよりも強度の強いティッシュが出てくるっていうところで、名前通りハンカチ代わりとして使えるっていうところが魅力的かなと思います。キャンプで使う際は結構撤収の後のいろんなギアを拭いたりする際のタオルとして使うこともしていますし、日常ではポケットティッシュ代わりとして使ったりハンカチ代わりとして使ったりしているっていうところで、使い勝手のいいペーパーハンカチだなというふうに思います。ティッシュよりも構造的に強い強度でできているので、かなり、使う幅が広がるティッシュかなというふうに思います。しかも1個が100円というわけではなくて6個セットで売られているので、コスパで言ったら20円程度で買える
ペーパーハンカチになっていて10枚入っているっていうところで、もう1日これ持っていけば十分なぐらいっていうところでめちゃくちゃコスパがいいギアになっています。という感じで、もうなかなか100均ギアの中でも今年一番のヒット商品かなというふうに思っています。今後ね、僕山の予定があるんですけど、今までポケットティッシュを山の上に持って行ってたんですけど、今回もねこのペーパーハンカチを持って日本のアルプスを楽しんでこようかなというふうに思っているところです。そして新しい YouTube チャンネルを立ち上げました。どんな仕事をしているのか、そしてどんなことに気をつけているかなどをね、結構僕の素が見れるというか発信していこうと思ってますので、ぜひ遊びに来ていただけますと嬉しいです。続いて紹介するギアっていうのは、先ほど紹介したエバニューと同じぐらい僕自身大好きなブランドになっています。そのギアっていうのがこちら。トランギアから出ているキャンプギアっていうのに今非常にお世話になってまして、このストームクッカーとこのトランギアを使ってよくねキャンプで調理をしているんですけど、その中でも5000円以下で買えるこのアルコールストーブを僕はおすすめしたいなというふうに思っています。まずトランギアっていうブランドはスウェーデンから出ているアウトドアブランドでして、このアルコールストーブは半世紀以上前に作られたギアであるのにもかかわらず、形や機能面を変わらずにここまで来たギアっていうところで、それだけ50年前に開発されたギアっていうのをどの時代の方でも愛され続けているギアっていうのは本当に素晴らしいなというふうに思うと、より愛着が湧いてくるなと思えるギアになっています。そしていいところっていうのは、まず素材が真鍮でして、この真鍮でできているアルコールストーブっていうのは本当に唯一無二で、見た目も美しいですし、新品の状態だと宝石のようなラグジュアリー感のあるギアなんですけど、不思議とこれをね使えば使うほど男臭さのあるギア感が増してくるっていう感じの経年変化を楽しめるっていうのもこのギアの魅力の一つかなと思っています。そしてこのアルコールストーブの機能面で一番おすすめしたいのが、蓋があるんですけど、この蓋を使うことによって火力の調節をすることができるっていうところです。このね火力が調節できるっていうのは多分このねトランギアぐらいかなというふうに思うので、料理を作れる幅が広がるので、本当にこの機能があるだけでおすすめできるなというふうに思います。ちなみに燃料はドラッグストアとかでこんな風に燃料が売っているので、これを使えば使うことができます。そしてアルコールストーブっていうのは寒さにも強いので、これからの時期にお湯が沸かせないなっていう時にもアルコールストーブなら意外と簡単に沸かせちゃうっていうこともありえるので、非常に活躍してくれるかなというふうに思います。ただ、注意点としては、アルコールをね燃料を入れたらその燃料を使い切るまでは途中で燃料を足すことができないっていうところも注意しなければいけないかなというふうに思います。これからの時期、アルコールストーブを使ってキャンプをしてみるのはいかがかなというふうに思ったので、今回紹介してみました。続いて紹介するキャンプギアっていうのは、先ほどのチタンマグポット、そしてトランギアのアルコールストーブ、そして今から紹介するこの3つを組み合わせることによって最高のキャンプギアセットができるっていうギアになっています。そのギアっていうのがこちら。このギア、何をするものか分かりましたでしょうか。このギアっていうのはこちらのブランドから出ている先ほどのアルコールストーブのごとくとして使うことができて、そしてマグポットにジャストフィットできる、シンデレラフィットっていうんですかね、シンデレラフィットできるギアになっていて、この3つを使うことによって持ち運びが非常に快適にでき、そして最小限の道具でお湯を沸かすことができるセットになっています。このねギアのいいところっていうのは、ごとくとして使う機能もあるんですけど、なんと風よけとして使える風防の機能もあって、なおかつ適度な酸素も送り込むことができるので、燃焼効率もよくできるし、風にも強くて、そしてごとくとしても使えるっていう、この3つのね機能が備わっているので、本当に買ってよかったなというふうに思っています。ちなみに重さはこんな風な重さで全く気にすることのない重さになっていますし、なおかつスタッキングするとこんな感じで持ち運ぶこともできるので、いろんなギアとの組み合わせにも適しているかなというふうに思います。このエバニューのマグポットだけじゃなくて、僕自身おすすめしたいのがジェットボイルのスタッシュにも
使うことができるので、ギアとの相性が非常にいいので長く使っている五徳になっています。続いて紹介するギアっていうのは、鹿番長から出ているキャンプギアになります。そのギアっていうのがこちら。そうなんです。このかまどになっています。発売される当初に買ったギアになっていて、本当に長く愛用しているギアになっています。ちなみに価格はこの価格で今 Amazon で買えていたので、手に取りやすいギアかなというふうに思います。このギアの気に入っているところっていうのは3つありまして、1つは収納コンパクトっていうところです。ちなみにサイズはこんな風に収納することができるので、ギアを持ち運ぶ際にかさばることなく持ち運ぶことができますし、意外と組み立ても簡単なので、すぐに調理を始めることができるっていうところも魅力かなという風に思います。また焚き火台として使うこともできるし、炭火を使って調理をすることもできるっていうところで、非常に一石二鳥感のあるギアかなと思います。ただ僕自身は焚き火台として使うよりかは、焼き鳥を焼くための炭台として使うので、どちらかというと七輪に近いような使い方で使っています。そしてこのかまどと組み合わせる炭っていうのがありまして、それがロゴスから出ているこの炭を使うことによって簡単に炭に着火することができ、しかも調理のしやすい絶妙な火力を醸し出してくれるっていうところが僕自身惹かれているところです。このギアが唯一不思議で、炭火で焼き鳥を焼いている時になんかね、没入感みたいなのが生まれるんですよ。このこしんまりとサイズ感なのがこのギアの仕様なのかわからないんですけど、めちゃくちゃなんか楽しいんですよ。焼けたかなとか言いながら焼いているのが非常に楽しいので、ソロキャンプをする際には楽しめるギアの一つかなというふうに思っています。ただ、注意点としてはコンパクトなんですが、意外と重量はこんな感じであるので、バックパックとかよりかはツーリングとかオートキャンプをされる方におすすめできるかなというふうに思います。っていう感じで、本当に一人居酒屋的な感じで楽しめるギアかなというふうに思いますし、この値段で買えるので、ぜひこの秋からのキャンプに導入してみてはいかがでしょうか。はい、続いて紹介するキャンプギアっていうのは、有名なユニクロから出ているギアになっています。そのギアっていうのがこちら。このポケッタブル UV パーカーといって、紫外線を防ぐことがメインなパーカーにはなっているんですが、まずこのねパーカーのいいところっていうのは、こんな感じでめちゃくちゃ小さくコンパクトに収納することができるので、カバンの中に入れておくこともできますし、登山でもねこれを持ってウィンドシェル代わりとして使っています。またこのねパーカーは撥水効果もあるので、撤収の時に雨が降った時とかにギアボックスの中に入れておくので、急な雨が降った際にもこのパーカーを着て撤収をしたりすることもしています。袋に入れなくてもこんな感じで収納することができるので、持ち運ぶこともできるっていう良さがあるかなというふうに思います。しかも意外とシワになりにくいっていうところもいいかなと思います。結構ね収納してシワになりやすいと着るのがちょっと恥ずかしくなったり見た目が悪くなってしまうんですけど、そういったこともなくシワにならずに綺麗に着ることができるっていうのもいいかなというふうに思います。最近の使い方としてはカフェで仕事をすることもあるんですけど、ガンガンに冷房が効いてて寒いと思うんですよ。その際にこのコンパクトになるパーカーを着て快適に温度調節をしているっていうこともしていて、日常でもアウトドアでも使えるパーカーなのでありがたいなというふうに思っています。っていうような感じでユニクロでもね本当にアウトドアで使えるものが見つかったので、これからねユニクロもパトロールしていいものがあれば皆さんにシェアしていこうかなというふうに思っています。続いて紹介するキャンプギアっていうのは、僕がキャンプをしてから多分ずっと使っている道具かなというふうに思います。そのギアっていうのがこちら。そうなんです。このファイヤースターターになっています。ファイヤースターターのいいところっていうのはまずね価格です。
僕が買った時は1000円未満で買ったんですが、今はねこんな価格帯が多いんですが、まだ1000円台ということで手に取りやすいかなというふうに思います。このマグネシウム部分が減ることがないので、いつまで使えるかなと思うぐらい長く使えるキャンプギアかなというふうに思っています。そしてこのファイヤースターターのいいところっていうのは、着火ができた時の達成感が半端なくあるっていうところです。結構ね最初の頃はなかなか着火することができなくてイライラすることもあったんですけど、着火できるとめちゃくちゃ嬉しいです。僕はこのファイヤースターターで着火がしたくて、結構仕事の終わった後に着火する練習をしたりして頑張ってやってたっていう裏話もあります。成長を感じられるギアの一つかなというふうに思います。この値段でも買えますし、ぜひこの秋に導入してみてはいかがでしょうか。続いて紹介するギアっていうのは、もう今年ね1回で紹介したんですけど、改めて良かったんで5000円以下で買えるので紹介しようと思います。そのギアっていうのがこちら。そうなんです。この薪を割るためのくさびになっています。このくさびだと針葉樹って結構割りやすいと思うんですが、広葉樹も簡単に割ることができるので、これはもっと早く導入すればよかったなと思っているギアの一つです。しかも値段がこの値段で買えることができるっていうところも魅力の一つかなと思います。くさびのやり方って本当に薪を置いて、そしてペグハンマーで叩くだけ。これだけで広葉樹が簡単に割れると思うと、準備の時間を短縮でき、楽しんで薪を割ることができるのでおすすめです。僕は結構ねナイフにこだわってバトニングをしていて、焚き火をするまでに汗だくになったり疲れたりしてしまって、もう焚き火やめようかなと思ったことがね何回もあるんですけど、注意点としてはこのくさびがね結構重いので、オートキャンプとかファミリーキャンパーの方にはぜひねおすすめできるギアかなというふうに思ったので今回紹介してみました。続いて紹介するギアっていうのは、コーヒー好きにはぜひね導入してほしいギアになっています。そのギアっていうのがこちら。このコーヒーボトルになっています。何がいいかというとサイズ感、コーヒー1杯分が入るこの絶妙なサイズ感に僕は惹かれて購入したんですが、コーヒー生活が非常に充実しました。何が充実したかっていうと、まず僕キャンプに行く時って1時間以上かかるようなところにキャンプ場に行くんですけど、その際の車中の中で満足のいくコーヒーを飲むことができるっていうところで、車の中でも自分の飲みたいコーヒーを飲むことができるっていうところ、そしてキャンプの帰りも撤収する前に自分でキャンプ場でこのボトルの中にコーヒーを入れて撤収をして帰りにすぐ飲めるっていうような使い方をして、キャンプに行く道中、キャンプの帰りの道中にもコーヒーを楽しむことができるっていうところで、非常にコーヒーライフを充実さすことができています。ちなみにこのコーヒーボトルの値段はこちらで今販売されているみたいなので、手に取りやすいかなというふうに思いますし、容量はこの容量になっています。また保温性、保冷性もあるので、熱々のコーヒー、そしてキンキンに冷えたアイスコーヒーを楽しむことができるっていうところも魅力の一つかなというふうに思います。またテフロン加工されているので、茶渋もつくことなく快適に洗い物をすることができるので、気にせずガシガシと使えるコーヒーボトルかなというふうに思います。続いて紹介するギアっていうのは、雰囲気のあるサイトにしてくれるギアになっています。そのギアっていうのがこちら。コールマンから出ているこのルミエールランタンになっています。このランタンはガスランタンでして、組み立てが簡単で着火が簡単になっています。コールマンから出ているものであったらポンピングしたりマントルに火をつけるっていう工程があるんですけど、それをすることなく簡単にライターで着火することができるっていうランタンなので、初心者の方にもおすすめできるガスランタンかなというふうに思います。このルミエールランタンの良さっていうのは、まずこの流線形のこのデザイン性のある美しいランタン、そしてこのガラスから見える美しい炎の形、焚き火ができない時にもこのガスランタンがあることによって、これでいいかと思いながらキャンプを楽しむこともできるので、そういったあたりで炎を楽しみたい
っていう方にもこのランタンはおすすめできるかなというふうに思います。そしてこれガラスでできているので持ち運びが非常に大変かなと思われがちなんですけど、ケースがついていてケースにね非常にジャストフィットした形状になっているケースがあるので割れたこと一度もないので、このケースがあるおかげで持ち運ぶことが簡単にできているなというふうに思っています。ただ注意点としては、このランタンでサイトを照らすってことはちょっと考慮的に足りないので、楽しむためのギアっていう感じで、思っておくとガスランタンを導入する意味があるかなというふうに思います。今ね値段を見てみると結構5000円ギリギリで Amazon で売られていたので、いつね値段が上がってもおかしくないので、このね5000円以内で買える今がチャンスかなというふうに思ったので、今回紹介してみましたっていう感じで、あのギアあの値段だったのにっていうようになる前に買わない後悔よりも買う後悔に比重を置いているので、もうどんどんとね買って後悔がないようにしていこうと思っているところです。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。